ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ディズニーが手掛ける実写版、モアナと伝説の海の興行収入予測が発表されたんだけど、それがディズニーにとってとんでもない大爆死の予兆になっているという話題についてよ。アニメ版の続編は大ヒットしたばかりなのに、実写版には暗雲が立ち込めているの。モアナってあの海と冒険の物語やろ？アニメの続編がこないだめっちゃヒットしたってニュースで見とったよ。それの実写版なら絶対売れるに決まっとるやん。なんで大爆死の予兆なんて言われとると？今日は実写版モアナと伝説の海の興行収入予測がなぜ絶望的だと言われているのか、そして予告編の大炎上や早すぎる実写化に対するファンからの痛烈な反発について徹底的に解説していくよ。実写化ってそんなに叩かれとると？海とかマウイとか実写にしたら迫力ありそうやのに、ディズニーがまた何をやらかしたんかめっちゃ気になるばい。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ順番に見ていくよ。まず映画業界の興行成績を予測するボックスオフィスセオリーというサイトによると、実写版モアナと伝説の海の公開初週末の国内興行収入は8000万ドルから1億500万ドルの間になると予測されていて、最も正確な予測値は9200万ドルだと言われているの。8000万ドルから1億ドル超え？日本円にしたら100億円以上やん。それのどこが大爆死なん？普通に大ヒットの数字に見えるばい。確かに一部のメディアはこの数字を成功と報じるかもしれないね。中規模予算のオリジナル映画ならこのオープニング成績は大絶賛されるレベルなの。でも文脈を考慮すると全く印象が変わってくるんだよ。文脈？どういうこと？この数字、実は今大爆死して話題になっているディズニーのマンダロリアン&グローグーとほぼ同じ水準なんだよ。同作は公開初週に1億ドルに届かず、スタジオにとって近年最大の劇場興行的失敗作の一つになってしまったの。あのホラー映画に負けて高速で崩壊したやつやん。それと同じってことは、モアナも危ないってこと？その通り。しかもディズニーにとってさらに深刻な懸念材料があるの。それは制作費の問題で、マンダロリアン&グローグーの制作費は約1億6500万ドルだと言われているんだけど、ディズニーの実写版リメイクの歴史を考えると、モアナと伝説の海はそれよりもかなり高額になる可能性が高いの。1億6500万ドルよりも高いと？ディズニーが近年手掛けた実写版リメイク作品はいずれも2億ドル近い、あるいはそれをはるかに超える制作費が投じられているんだよ。例えば、アラジンは1億8300万ドル、ムーランは約2億ドル、リトル・マーメイドは約2億5000万ドル、そして、ライオン・キングは約2億6000万ドルかかったと報じられているの。うわぁ、桁が違いすぎるばい。実写版モアナも、海とか魔法とか CG だらけになるやろうし、絶対にお金かかっとるよね。そう。モアナと伝説の海は、ほぼ全編にわたって大規模な視覚効果が用いられているから、ディズニーが2億ドルを大幅に下回る予算で、この映画を制作するとは考えにくいの。もし、制作費が2億ドルを超えているのに、オープニングがマンダロリアン&グローグー並みだったら、完全に赤字フラグやん。お金かけすぎとるけん。ちょっとやそっとのヒットじゃ元が取れんのやね。ディズニーで一番成功したアニメの一つを実写化するのに、そんなギリギリのラインに立たされとるとは思わんかったばい。さらに、モアナと伝説の海にとって最大の警告サインの一つになっているのが、そのマーケティングキャンペーンに対する反応なの。実は、この映画の予告編はネット上で酷評されているんだよ。酷評されとると。なんで？最近公開された予告編は約6万件の高評価、いいねに対して、なんと18万5000件もの低評価を獲得しているの。最初の予告編も約5万5000件の高評価、いいねに対して17万件の低評価を集めているんだよ。低評価がいいねの3倍もあるやん。圧倒的に嫌われとるばい。なんでそんなに不評なん？ディズニーの実写リメイク戦略がますます一貫性を欠くようになっていることへの不満が大きいの。かつて美女と野獣やライオンキングを大ヒットさせたアニメを実写で見る目新しさは今やほぼ失われてしまったんだよ。ネット上ではディズニーは過去の作品に頼りすぎているという批判が噴出しているの。確かに最近実写化ばっかりやりよるもんね。ネタ切れ感がすごいばい。それに反発は予告編の不評だけにとどまらないの。映画の制作過程からソーシャルメディアでは大盛り上がりしていて、特にマウイ役を演じるザ・ロック、ドウェイン・ジョンソンのウィッグ、カツラが不自然すぎると揶揄されたり、奇妙なデザインの玩具が笑いの種にされたりしているんだよ。
ザ・ロックのウィッグ。それは確かに気になってまうばい。せっかくの感動のシーンでもカツラ浮いとるやんって突っ込んでしまいそうやね。ここで今回の実写版モアナと伝説の海がなぜここまで冷ややかな目で見られているのか決定的な理由について核心に触れていくんだけど、でもその前にここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録とグッドボタン、高評価ポチッと押すだけやけんよろしく頼むばい。それじゃあ続きを話していくよ。映画の支持者たちはいやいやアニメのモアナと伝説の海が全世界で10億ドルを突破したばかりだから観客はまだまだモアナを愛しているはずだと主張するかもしれないの。そうよ。こないだ大ヒットしたばっかりやん。だから実写も絶対見に行くんやないの？でもそこが一番の落とし穴なの。アニメの続編を楽しむことと実写版リメイクにお金を払って見に行くことは観客にとって全く別物なんだよ。別物？どういうこと？ディズニーはモアナと伝説の海が興行収入を席巻した直後に観客に同じお話の実写版への再放を求めている状態なの。オリジナル版の公開からそれほど時間が経っていないことを考えるとこの状況は異常とも言えるんだよ。あ、そういうことか。続編でモアナの新しい冒険を見たばっかりやのに今度は実写でもう一回最初から物語を見せられるってことやね。そりゃあ、いや、さっき見たし。ってなるばい。その通りだよ。ディズニーの多くの実写リメイク作品は何十年も前のアニメーションの名作を現代に蘇らせるものだったから懐かしいというノスタルジーがあったの。でもアニメの初代モアナと伝説の海は2016年に初めて劇場公開された作品で実写版が公開される頃にはアニメ版が世に出てからわずか10年しか経っていないことになるの。たった10年？それじゃあ全然懐かしくないやん。ディズニープラスでいつでも見れるし、世界で一番ストリーミング再生されとる映画なんやろ？みんな家でアニメ版を見れちゃうから、わざわざ映画館で高いお金払って実写を見る理由がないばい。まさにそこが問題なんだよ。何世代にもわたってノスタルジーを育むのではなく、現代の観客にも依然として高い人気を誇る作品をリメイクしようとしている。多くの映画ファンがこの物語を実写版で再び見る説得力のある理由を見出せていない可能性があるの。マンダロリアン&グローグーの時と同じやね。知名度の高いブランドと根強いファン層がいるから絶対売れると思い込んでお客さんの気持ちを置き去りにしとる場合。最も重要な問題はモアナと伝説の海の初週興行収入が8000万ドルもしくは9000万ドルになるか、あるいは1億ドルになるかという数字そのものではないの。問題はその巨額の予算に対してその数字で十分なのかどうかということなんだよ。2億ドルもかけて作ってアニメ続編の大ヒットの直後に公開してそれでもマンダロリアン&グローグー並みのスタートしか切れないならそれは大失敗ってことやね。もちろんボックスオフィスセオリーの予測が必ずしも失敗を保証するものではないし、ファミリー映画は口コミで後から伸びて初期の予測を上回ることもあるよ。でもわずか2年前に10億ドル規模の続編を生み出した強力なフランチャイズ作品としてはディズニーが期待していたような華々しいスタートとは言えない状況に追い込まれているのは間違いないね。ディズニーの実写化ビジネスもそろそろ限界が来とるのかもしれんね。何でもかんでも実写にすればいいってもんやないばい。公開されてからどんな評価になるのかザ・ロックのウィッグも含めて見物やね。ということで今日は実写版モアナと伝説の海の興行収入予測の低迷とディズニーの実写リメイク戦略の限界という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。